こちらでは、陸上部の女子高校生、ゆいの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、100メートルの片思い。グラウンドを吹き抜ける風が、夏の名残をふわりとさらっていく。愛知県東海市にある県立高校の陸上部。夕日に照らされたトラックの白線を見つめながら、渡辺優衣はストレッチをしつつ、小さく息を吐いた。毎日の練習に全力を注ぐのは、インターハイを目指しているから。でもそれだけじゃない。走っていると、自分の中に溜まっていたものが全部風に溶けていくような気がするから。優衣にとって陸上は、呼吸するのと同じくらい、自然なものだった。その日の練習中、顧問の先生が部員たちを集めて告げた。今日から大学のインターンで顧問補助として来てくれる足立くんです。大学ではスポーツ科学を学んでるんだ。隣に立つ青年は背が高くて日に焼けた肌に白い T シャツがよく似合っていた。髪は少しだけ癖があって、涼しげな目元には穏やかな影が差していた。足立隼人です。高校まで長距離をやっていましたが、陸上全般見られますので、気軽に声をかけてください。その声は低く落ち着いていて、不思議な安心感をまとっていた。練習が始まると、足立は一人一人のフォームを丁寧に見て回った。優衣の番になると、彼は少ししゃがんで優衣のフォームに目を向けた。渡辺さん、腕の振りがちょっと小さくなってるかな。もう少し前に大きく出すイメージでやってみて。こんな感じですか？そうそう。それでぐっと推進力が増すと思う。彼の眼差しは真剣で、けれど威圧感はなく、ただまっすぐに見てくれる。その一言が、胸の奥をポンと叩いた。なんだろう、この感じ。言われた通りに、腕を大きく振ると、地面から跳ね返るような感覚があった。走りが少し軽くなった気がした。すごいな、この人。それに、なんか優しい。それから足立は、週に2度、放課後になるとグラウンドに現れた。タイムを測ったり、補強メニューを提案したり、たまに笑いながら部員に話しかけたり。足立との距離は自然と、少しずつ縮まっていった。渡辺さんって、素直なフォームしてるね。教えがいがあるよ。そうですか？嬉しいです。言われた瞬間、胸の奥がポッと暖かくなったのを自分で気づいて、慌ててごまかすように水を飲んだ。ダメだって、この人は指導者側の人なんだから。雨の音が屋根を叩く放課後、グラウンドの使用が中止になり、部活は早々に解散となった。それでも帰る気になれず、ゆいは一人、部室前の軒下でスパイクの紐を結び直していた。渡辺さん、まだ帰らないの？振り向くと、足立が手に傘を持ったまま、柔らかな笑みで立っていた。足立さん、なんだか帰る気になれなくて、少し残ってました。ドキッと弾む心拍数を落ち着かせ、いいは足立を見上げた。そっか、渡辺さんは本当に陸上が好きなんだね。ところで、どうして短距離を選んだの？ゆいは少し考えてから答えた。スタートの一瞬が好きなんです。空気を切る感じがして、そこだけ自分の時間って気がして。その言葉に、足立はゆっくりとうなずいた。わかるよ。俺もその感じ、好きだった。走り出す瞬間って、未来に飛び込む感じがするから。その時、ふと視線が重なった。足立の少し濡れた前髪の奥の眼差しが、まっすぐゆいの心を射抜いた。私、この人のこと、好きなんだ。気づいた瞬間、胸がキュッと締め付けられる。だけど同時に、頭のどこかが冷静に言った。でも、私は高校生。彼は大学生。立場が違う。それでも気持ちは止められなかった。ある夕暮れ、練習帰りの道で思い切って口を開いた。足立さん、彼女っていますか？足立は少し驚いたように瞬きをしてから苦笑した。見ないよ。少し前に別れたばかりで。そう、なんですね。なんでそんなこと聞くの？いや、なんとなくです。気持ちを悟られないように、ごまかすように、いいは前を向いて歩いた。
鼓動が速くなって耳の奥で波のように響いていた。季節が変わる頃、足立がインターンを終える日が近づいていた。そして、最後の練習日、グラウンドの片隅で、イーは迷いながらも立ち止まり、声をかけた。足立さん、今日で最後なんですよね。うん。来週からもう来られなくなるんだ。ここでは本当に貴重な体験をさせてもらったよ。ありがとう。いえ、そんな。彼の言葉に喉が詰まった。でも、今、伝えなければきっと後悔する。この気持ち、ちゃんと伝えなきゃ。胸の鼓動を感じながら、イーはゆっくりと顔を上げ、足立の目をまっすぐに見つめた。私、足立さんのこと、好きでした。言葉が風に乗って、静かに彼へ届いた。足立は一瞬だけ驚いたように目を開いたが、すぐに穏やかに微笑んだ。ありがとう。その気持ち、とても嬉しいよ。でも、ゆいは思わず言葉をかぶせた。これ以上、聞きたくなかった。でも、わかってます。今はそれだけ、伝えたくて。精一杯の笑顔を浮かべたけれど、胸の奥がキュッと痛んだ。また、会えるといいですね。うん。その時は、もっと早くなった君に会いたい。その言葉に、不思議と涙はこぼれなかった。むしろ、前を向く力をもらった気がした。翌週の日曜、グラウンドには一人、ゆいの姿があった。スタート位置で深く息を吸う。風が、優しく背中を押した。ちゃんと伝えられた。だから、私はもう、大丈夫。地面を蹴り、まっすぐ前を見て走り出す。足立に届いたこの思いが、いつか自分の未来を走る力になりますように。そう願いながら、イリは風を切って走り続けた。こんにちは。今回はですね、あるリスナーの方からいただいた短編小説100メートルの片思い。この抜粋を一緒に見ていきたいと思います。はい。愛知県東海市の高校陸上部17歳のゆいが主人公ですね。インターハイを目指している彼女の日常に、大学からインターンで指導者補助として来た足立さんという人が現れる。今回の探究ではゆいの足立さんへの淡い思いがどう生まれてどう変わっていくのか、そしてそれが彼女自身に何をもたらしたのか、これを、見ていきましょう。高校の部活動、しかも陸上部っていう設定がなんとも甘酸っぱい感じがしますよね。ですよね。多くの人が共感しやすい舞台設定だと思います。でそこに少し年上の、しかも専門知識を持った指導者が現れるっていうのが、これで日常が静かに動き出す、その繊細な変化を追うのは、非常に興味深いですね。まず足立さんの登場シーン、顧問の先生に足立隼人くんって紹介されるんですよね。はい。元長距離選手で大学でスポーツ科学を学んでいると。背が高くて日に焼けてて物腰が柔らかい、第一印象からして爽やかね。ただここで大事なのは、彼が単なる感じのいいお兄さんじゃないってことですね。なるほど。スポーツ科学の知識をちゃんと持っていて、すぐにユイのフォームを見て、腕の振りがちょっと小さくなってるかな、もう少し前に大きく出すイメージで、具体的で、しかも的確なアドバイスをする。でそれがすぐユイの走りに良い影響を与えるわけです。なるほど。ただ優しいだけじゃなくて、なんていうか専門性というか的確さが最初から響いたと。そうなんです。すごいなこの人。それになんか優しいっていうユイの感想、これは単なる憧れ以上尊敬から始まってる感じがしますね。まさに単に見た目とか雰囲気だけじゃなくて、自分の一番大事にしてる走りに対して真摯に向き合って、しかも良くしてくれる存在、それが初期の感情の核になってる。尊敬が好意に変わっていく、その土台がしっかり描かれてると思いますね。で週2回の練習で足立さんとの距離は少しずつ縮まっていくわけですけど、そこで素直なフォームしてるね、教えがいあるよなんて褒められたら、それは嬉しいですよね。いや嬉しいでしょうね。これはゆいが胸の奥がポッと温かくなるのを感じる。でも一方でダメだって、この人は指導者側の人なんだからって自分を抑えようとする。この葛藤、すごく17歳らしいリアルさがありますね。この年代特有のなんていうか憧れと、でも立場は違うんだっていう冷静さ、
これが同居してるのが物語に深みを与えてるんですよね。はい。単なる片思いじゃなくて、もっと複雑な感情が芽生えてる感じがする。その指導者と生徒っていう関係性がまたその感情を切なくさせるっていう。そして雨の日の軒下の会話、ここでユイの気持ちぐっと動きますよね。ありましたね、あのシーン。これが転換点になるわけですけど、特に印象的だったのはどのあたりですか？やはり足立さんがユイの陸上への情熱、特にスタートの一瞬が好きっていう言葉にすごく深く共感したところでしょうね。わかるよ。俺もその感じ好きだった。走り出す瞬間って未来に飛び込む感じがするからって。単なる指導じゃなくて、一人の人間として彼女の感覚を共有して肯定してくれた。このパーソナルな共感、これがユイの中で尊敬がはっきりとした好きっていう自覚に変わる決定的な引き金になった、そう言えると思います。その未来に飛び込む感じっていう共感は確かに心に響きますよね。でも好きだって自覚した瞬間に、私は高校生、彼は大学生、立場が違うっていう現実も強く意識しちゃう、この切なさ。それでも勇気を出して彼女っていますかって聞くんですよね。で、足立さんの答えが、いないよ、少し前に別れたばかりでと。ここでユイがさらに突っ込まずに、なんとなくですってごまかしちゃう。そうでしたね。ここもやっぱり自分の気持ちを悟られたくないっていう片思い中の繊細な心理描写ですよね。そして運命の足立さんのインターン最終日、告白するかどうかユイはすごく迷う。でも今伝えなければきっと後悔すると決意して、で、私足立さんのこと好きでしたとまっすぐに伝える。この勇気すごいですよね。素晴らしいと思います。で、足立さんの返答、ありがとう、その気持ちとても嬉しいよ、でもっていうのをユイがさまよるようにして、でも分かってます、今はそれだけ伝えたくてっていう。ここあなたにはどう響きましたか？さっき私が聞きたかった点なんですけど。私にはやっぱり切ないなと思うと同時に、なんというか自分の気持ちにちゃんと向き合ってケリをつけようとしているユイの勇ましさみたいなものを感じましたね。強さというか。なるほど。そして足立さんの最後の言葉、その時はもっと早くなった君に会いたい。これが単なるなんていうか別れの挨拶じゃない温かさを感じました。そうですね。彼の言葉は彼女の走るっていう情熱そのものを肯定して未来につなげようとしている感じがしますね。もっと早くなった君っていう具体的な目標を示すことで、彼女のアイデンティティである陸上を通して前向きな形でこの関係性を締めくくろうとしている。なるほど。だからこそ単なる失恋以上の意味を持つんじゃないかなと。拒絶の中にも彼女の成長への期待というかエールが込められてる、そう感じますね。物語の最後は一人で練習に打ち込むユイの姿、ちゃんと伝えられた。だから私はもう大丈夫。告白っていう行動が彼女を失恋の痛みから救い出して前を向かせている。足立さんへの思いがそのまま走るエネルギーに変わったようにも見えますね。ここで注目したいのは、告白自体は成就しなかったわけですけど、それでもユイが目標に向かうエネルギーを得ているっていう点ですね。これは行動そのものが持つ結果とは別の価値みたいなものを示唆していると思うんです。行動そのものの価値ですか？自分の気持ちに正直に向き合ってそれを勇気を出して表現するっていう行為自体が彼女を確実に一歩前に進ませて自己肯定感を与えている、そういうことじゃないでしょうか。なるほど。結果がどうあれ行動したこと自体が力になる。陸上っていう打ち込めるものがあったからこそそのエネルギーを転換しやすかったのかもしれないけど、でも普遍的な成長の形とも言えそうですね。まさに自己表現とそれによる自己成長のプロセスがこの短い物語の中にギュッと凝縮されてる。切ないけれど読後感が爽やかなのは多分そのためでしょうね。さて最後にこれを聞いている皆さんに問いかけたいと思います。この物語のような短くても心に残る出会いとか経験、たとえそれが成就しなくてもその時に感じた強い思いとか、あるいは勇気を出して行動したっていう経験は時間が経った後、私たちの人生のまた別の挑戦とか情熱に対してどんな風に影響を与え続けるんだと思いますか？次の探求でまたお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございます。ユイのプロフィールはこちらです。陸上競技に熱中している17歳の元気な高校生です。
彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にも、いいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。